チョコだ。いただきま待て。この板チョコ、一番左上のピースに毒が入っている。幸い、他のピースは無害だぜ。食べる気にはならないよ。さて、これを使ってゲームをしよう。ピースを一つ選び、そのピースと、それより右下にあるピースすべてを食べる。という行動を二人で交互に行う。じゃあ、ここを選んだら、こう？そう。これを繰り返して、毒ピースを食べた方が負け。なるほど。じゃあ、始めよう。私が先行でお前が後攻だが、その代わり、初期盤面の高さと幅を選ばせてやる。さあ、何かける何がいいか？ 1×1。いつの間に、しばらく意識が戻りそうにないから、私が代わりをするわ。ごめんね。さて、これはチョンプって呼ばれているゲームね。1×1 の自明なケース以外で、先行、後攻が共に最善を尽くすと、どちらが勝つと思う？多分、先行？その通り、2ピース以上の任意のケースで、先行に必勝法が存在する。さっきのごめんねは撤回するよ。意欲のある視聴者は、一時停止して証明を試みるといいわ。あたいはもう疲れたよ。じゃあ、さっさと証明するわね。先行。まあ、アリスとでも呼びましょうか。アリスが最初の番で一番右下のピースだけ取ると負ける、と仮定して、その場合にアリスに必勝法があることを示せば、おしまい。アリスが一番右下だけ取ると勝つときは、それで勝てるからいいのか。アリスがこの手を打つと負けるということは、この時、後攻、ボブ、でいいかしら。ボブには必殺の返し、があるはず。この盤面をもらうと負けちゃうってことだね。何かに気づかない？この盤面を与えられたプレイヤーは負ける、ということは。最初にアリスがこれを選んで、ボブにその負け盤面をあげれば勝てちゃうのか。そう、この戦略投了論法で証明終了。終わっちゃった。なんか微妙にもやっとするけど、それは多分、非構成的な証明に慣れてないからね。非構成的？この証明は、アリスの必勝戦略の存在は示すけど、その戦略を実装する方法は示していない。確かに、結局最初の一手すらわからなかったね。4×5 の場合は実際そこを取れば勝てて、他を取ると負け。へえ、4×5 じゃない時はどうなの？せっかくだし、この 5×7 の場合の正しい初手を当ててみなさい。まあ、さっきのノリで普通に考えると真ん中かな？残念でした。正しい初手はこれだけ。そんなのわかんないよ。なんか式とかあるの？いえ、一般の M×N チョンプの解析は未解決問題よ。こんな簡単そうに見える未解決問題もあるのか。さて、別の方向の話をしましょう。まず、この板チョコを何段か重ねると、ゲームを3次元に拡張できるわね。例えば、ここを選ぶと、これを食べる、って感じ？そう、すぐ苦しくなりそう。この場合も、さっきの戦略投了論法が通用するから、先手必勝。今のでボブが勝てるなら、アリスが最初にそれやって勝つね。4次元以上に拡張することもできるけど、見づらいから、適当な自然数の約数全体を使いましょう。これは、60の約数全体。例えば、6を選んだら、6の倍数を全部食べる。そしたらこれまでと一緒か。だからこの約数ゲームも先手必勝。まあ60だと結局3次元だけど、いくらでも増やせるってこと。そうだね。もっと抽象化して、一般の半順序集合を考えることもできる。毒入りの最小限は必要だけどね。半順序集合？じゃんけんの3すくみみたいな循環を持たない、やや直線的な順序関係を持つ構造、という理解でいいでしょう。なるほど。それで、例えばこれを選んだら、ここから行けるところを全部食べる、って感じ？そう。これも先手必勝？最大限があれば、ね。一番右下、か。この時、例の戦略が成り立つ。まあこの盤面では最大限を取るのが正解だけど、そういうこともあるのか。抽象化の話はここまでね。最後に、別の方向への拡張を見ましょう。こんな風にピースが無限に並んでいても、ゲームは成立する。そうなの？無限に続いたりしない？どんなプレイをしても、有限手で終わるわよ。確かに、一手でごっそり消えた。ちょっと待って。チョコ無限には食べられないよ。一応ピースの配置を説明しておくと、無視？自然数のペアそれぞれに対して一つのピースが対応する。例えば100万、1億とかもあるんだね。そういうこと。で、これは先手必勝なの？とりあえず、有限の時と違って一番右下、がないから、これまでと同じ戦略投了論法は使えないわね。で、どうなの？よかったら考えてみなさい。値はいいや。じゃあ、答えを言っちゃうわよ。先行が初手で1、1を選べば勝ち。これで勝ち？あとは、後攻の手と対照的な手を打ち続ける。なるほど、まねっこ作戦か。ボブ、残念。
さて、最後に派手なバージョンを紹介しましょう。これは、さっきのが N スクエアードで、これは N キューブド。無限板チョコ無限米か。これは、先手必勝未解決で、賞金がかかっているわ。なるほど。いくら ?200 ドル。3万円ってとこね。少なすぎ。ご視聴ありがとうございました。